世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんは室町時代と聞くと何を思い浮かべますか？足利氏の活躍や後半の戦国時代などが記憶に残っている人が多いかもしれません。しかしそんな中、庶民がどう暮らしていたかはご存知でしょうか？今回は600年前の日本の姿がやばいと海外で話題になっていましたので、その様子をご紹介いたします。室町時代の日本は、遣唐使の廃止以来途絶えていた中国との国交を復活し、さらに朝鮮とも国交を結んでいました。朝鮮から使わされた外交施設は朝鮮通信使と呼ばれ、今から約600年前の1420年に初めて日本にやってきて、その後足利義教が将軍に就任した1429年に2度目の通信使が派遣されました。そんな朝鮮通信使として日本を訪れた朴祖先が、当時の国王である世宗大王に日本の状況を報告した内容をご紹介します。一つ目は水車の使い方。日本の水車は水が落ちる力を利用して水車を自然に回し、汲み上げた水を使って田畑に水を引いていました。当時韓国には水車がなかったため、朴祖先は流れの弱い韓国の川でも日本のような水車を作り、足で踏んで水を汲み上げれば、井戸の水を汲み上げる鶴瓶を使うよりも負担が大幅に削減されるだろうと提案。また朴祖先は日本の水車の模型を描いて送り、その模型を真似して水車を作るように伝えています。二つ目は日本の硬貨。韓国の人たちが綿布や穀物を物々交換するのとは違い、日本ではすでに硬貨を使用していました。遠くに旅行する人でもわざわざ物々交換用の食材を持っていくことなく、小銭だけを腰につけて旅に出られることに感銘を受けたようです。また道端には旅行者が休んだり食事をしたりできるお店が設置してあり、旅行者をお客様として迎えていました。旅館の主人は受け取った硬貨の価値に応じて人と馬にサービスを提供。川などの近くに住む人々は橋を作り、橋を渡る人から通行料としてお金をもらうことで、自分たちの生活に充てたり、橋を補修する費用として使ったりしていました。日本は土地税から通行料に至るまで全て硬貨を使用していたため、重い荷物を背負っていく必要がないことに朴祖先は驚き、その様子を記録しています。三つ目は浴室や銭湯。家ごとに浴室、村ごとに銭湯があり、住民たちが利用していました。お湯を沸かす人が口笛を吹くと、人々が小銭を出して入浴します。朴祖先は韓国においても済生院、慶民局などの医療機関と地方の診療所に浴室を設置して体をきれいにすることを提案しました。最後は商店街。日本の商店街は商人がそれぞれ自分の商店の軒下に板で棚を作り、その上に商品を陳列していました。そのため埃がつかず、客が商品を見ながら欲しいものを簡単に選べたのです。韓国の市場では乾いたものや濡れたものを区別せずに陳列しており、魚や肉類、または野菜をすべて地べたに置いて売っていたため、歩行者が商品の上に座ったり踏んだりすることもあったようです。そのため朴祖先は、今後は韓国でも軒下に棚を作ること、そしてどの店にどんな商品があるのかを分かりやすくすることで、客が欲しい商品を見つけやすくして買い物もしやすくするべきだと提案しました。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。はるか昔から日本が文明的に朝鮮よりはるかに進んでいたのがわかるよね。このような内容の話を韓国の歴史の先生や講師たちは絶対にしないけど、地べたに広げて商売とか原始時代かと。地面に魚を置くとかすごくやばい気がするのだけど。むしろ
当時の日本が最先端だっただけじゃないか。当時から潔癖だったんだね。江戸時代はおろか、戦国時代から日本は朝鮮を超えてたんだよ。だから韓国人は日本にいろんな文化を伝えてた時代の歴史を誇らしげに語るしかないんだね。1600年前の日本は国家概念がなく、字もわからない国だったとかね。まったくいつの話だよ。日本はこうした技術と資本が蓄積されたからこそ、明治維新も成功したんだと思う。朝鮮人たちはなぜか明治維新は運が良かっただけって言ってるけどさ。当時の朝鮮半島は中国文化の通り道に過ぎなかったんだな。しかも海を渡って直に中国に行くケースの方が多かっただろうし、朝鮮はハングルを作り上げただけでもかなりすごいと思うよ。ガリバー旅行記に日本は黄金の国ジパングって紹介されてるけど、まさしく国自体が黄金の輝きだな。すでにあの時代にお風呂文化があった日本はすごいな。今でも国中が清潔な理由がわかるよ。昔から同じなんだね。別に文明が遅れていたというのは恥ずかしいことではないよ。問題なのは遅れていることを恥と思って見栄を張って嘘をつくことだね。韓国って400年前はまだ貨幣経済じゃなかったんだ。結構最近になってから貨幣を使うようになったんだね。日本が輸出してた銅のおかげで東南アジア経済が回ってたんだよね。銀もメキシコの銀山が発見される前までは日本が世界一だったみたいだし、金鉱も結構あったから金でヨーロッパと交易して近代化、産業化したんだよね。地震が多いことを除けば位置的にもいい場所にあるよな。日本は商業国で朝鮮は農業国。貨幣においては日本がリードしていたというのが正しいよ。つまり韓国で支持されてる歴史認識を正しいと思ってるのは韓国人だけってことね。昔の日本と朝鮮は割といい関係性だったのにな。以上が海外の人々の反応でした。600年以上前の日本はアジアでも最先端を行っていたようです。また日本と朝鮮の生活に大きな違いがあったことに驚く声が多数寄せられていました。今回は室町時代から始まった朝鮮通信使をご紹介しましたが、実は1592年と1597年に日本が朝鮮に出兵したことで国交断絶となり、通信使の派遣も途絶えてしまいました。その後1600年に徳川家康が勝利して3年後に江戸幕府を開くと、朝鮮との外交関係回復の兆しが生まれていくようになります。そして対馬で強力な力を持つ士族である宗氏の懸命な努力によってなんとか1605年には和睦が成立し、朝鮮通信使の派遣が回復しました。そんな朝鮮通信使ですが、当時どのようなルートをたどって日本を巡っていたのでしょうか。彼らは現在の韓国ソウルを出発し、和漢と呼ばれた当時の日本大使館がある釜山、そして対馬、壱岐などを通りながら下関海峡を渡り、瀬戸内海に入って大阪に向かい、そこから東海道を通って江戸を目指し、旅程は8ヶ月以上にも及びます。朝鮮通信使は政使、福祉などの外交施設などをはじめ、物資の輸送係、料理人、贈り物係をすべて合わせると総勢700人という大所帯でした。江戸時代の最初の頃は通信使は幕府の権威を示すために豪華な待遇で日本から迎えられていて、その費用は1回につきなんと100万両。当時の幕府予算の70万から80万両を大きく上回るもので、各地の大名が大半を負担していました。また幕府から接待を命じられた大名たちも他の藩より劣ることのないように税を極めたため、それらの費用は大名だけでなく通信使一行が通る周辺の村々の負担でもありました。この朝鮮通信使通行にあたって当時の豊田郡小川村、現在の浜松市天竜区で負担した物品が残された資料によると、小川村では炭や薪のほか
塩漬けの鹿肉や川を渡るための小舟などを負担したと残されています。そのことから朝鮮通信使一行には贅沢な食材が振る舞われただけではなく、天竜川には一行の通過に備えて普段はなかった船橋が特別に架けられたことがわかります。船橋の船は普段は川を渡るために使われていた小舟を調達したもので、通信使一行が帰国のために通過すれば解体されて本来の業務に戻ったようです。また通信使一行は経済的にも大きな影響がありました。接待のために贅沢な食料品をはじめとしたさまざまな物品が必要になるため、商人など一部の民衆はビジネスが儲かり、収入が増えたと考えられます。つまり通信使のもてなしによって沿道の民衆にちょっとした好景気をもたらしたと言われています。通信使一行の接待のため新たに臨時施設などが建てられたり、道の修理が行われたりしたことから、かなり広い範囲にその恩恵があったようです。このことから通信使は民衆に負担だけではなく恩恵ももたらしたということがわかります。さて、民衆はそんな通信使一行をどのように見ていたのでしょうか。朝鮮通信使一行は鎖国で外国人を見る機会のほとんどない当時の日本人にとって一大イベントでした。普段見たことのない衣装など異国文化に対する物珍しさから、東海道には多くの見物人が集まり、それに関連して通信使一行に対し非礼な態度で見物しないよう命令も出ていたほどで、民衆は重い負担に耐えながらも通信使一行の通過を楽しみにしていたようですね。このように朝鮮通信使は幕府の外交だけではなく庶民の生活にも大きな影響を与えていて、諸大名や民衆に徳川幕府の威厳を示す最高のセレモニーであるとともに、善隣友好、平和外交の象徴でもあったようです。昨今も歴史的には難しい関係の日本と韓国ですが、歴史的には様々なつながりがあることがわかります。経済や安全保障などの面では、今後も協力や交流は進展せざるを得ない中、今後も日本と韓国は最も重要な隣国同士と言えるのでしょうか。これからの二国間の関係も気になるところです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。